はようございます。たかしです。本日は10月22日火曜日、ただいま10時23分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信してます。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在のところずっとですが、ここでの揉み合いですよね。じりじりと上昇はしてきているんですが、ずっと揉み合い。冷やしを見ているとその辺がよくわかりますよね。上がったり下がったりっていうのを方向感なく繰り返しながら、若干高値を更新してきているという感じです。ストキャスティクスは高値圏から今デッドクロスして下落しそうな雰囲気。マクディも上昇モメンタムは消えてきておりますので、今デッドクロスはして下方向には動いてきているんですね。ただどちらも方向感はあまりないというところで、明確な方向感は示せていない中でじりじりと上昇してきているところなので、基本は上昇トレンドなんですが、ここから大きめの下落に入っていくということも考えられるので、その動きにはご注意ください。そして現在は直近のこの高値、この辺りですね、白丸がしてあるこの辺付近、この今安値付近が意識されてますよね、この辺。そしてここを突破してくると、次はこの辺りですよね。199円ぐらいまでの上昇の可能性が出てきます。ただここの間っていうのは揉み合っている期間ですので、現在は今この辺りで揉み合っているんですけれども、ここを上抜けてくると次は199円までの間、この辺りまでの間のこの辺で次は揉み合ってくるだろうという、そんな考え方を持っておくといいと思います。このレンジが一段上がる感じですよね。では4時間足です。4時間足先ほど言った、これが先ほど言っていた現在の揉み合い。ここを上抜けてくるともう一段上の199円ぐらいまでの間での値幅での揉み合いになってくると考えておきたいです。現状 GMMA の青帯は上向きですので、基本は上昇トレンドなんですが、ほぼほぼ横ばいですよね。上がったり下がったりという、上昇すれば深く押しをつけ、また上昇すれば深く押しをつけっていうのを繰り返しております。その中で直近は徐々にこの安値を切り上げてきてます。今までも若干ずつですが安値は切り上げてきていたんですが、ここになってまた GMMA の青帯が上に上がってきてますので、昨日なんかもちょうどこの GMMA の青帯でサポートされて上昇してきて、そして現在はそのレンジの上限に来ております。で、ちょうどここですね、このオレンジの水平線、過去の高値になりますので、195.973、だいたい196円付近、そのあたりが今意識されてますので、196円を突破できるのかどうかっていうのが本日の注目ポイントです。ここ抜けてくると、先ほど言ったようにレンジがもう一段上に切り替わるという、そういう考え方を持っておくといいと思います。そして抜けてきた場合は次はこのライン、196円付近がサポートに変わるかどうかを確認しておいてください。ただ現在ストキャスティクスは高値圏ですね。ですのでここからどんどん上昇するというイメージは持たない方がいいかもしれない。もちろん上昇していく可能性もあるんですが、やはりストキャスティクス高値圏に来ると一定の下落はするんですね。この辺見ていてもそうですよね。ここ下落してますよね。ここも下落している。となると今高値圏に来たってことは、そろそろ下落方向の動きは考えておかないといけないとは思います。では1時間足です。4時間足では GMMA の青帯に沿ってじりじりと上昇はしてきていたんですが、1時間足を見ると分かりにくいですねっていう話を以前からしております。ただ GMMA の青帯比較的意識されているんですね。ここレジスタンスになってますよね。そしてここは上抜けてからサポートに変わってますし、この辺もレジスタンスとして機能しております。ここはサポートですね。そして昨日もここサポートに変わっておりますので、やはり今ちょうどここで反発してきてますよね。GMMA の青帯は意識されやすいっていうのがわかります。なのでこのままもし上昇していて次下落してくれば、再び GMMA の青帯がこんな感じで上がってきて、そこでのサポートされての上昇っていうところが考えられますし、もちろん下抜ければ今度はレジスタンスされて下落していくっていうところが考えられますので、その辺の GMMA の動きもチェックしておくといいと思います。基本的には先ほど言ったように4時間足の上昇トレンドが継続してますので、そして1時間足の GMMA も意識されているので、1時間足の GMMA を意識しながら押し目買い戻り売りをしていくのがいいと思います。そしてここが現在の高値圏になるので、まずは196円、このオレンジの水平線を明確に上抜けられるかどうかっていうところに本日は注目です。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円は直近の高値、この辺りですね。ここを上抜けてきて、昨日はそこがサポートになって上昇したみたいな形になってますよね。このラインがサポートになって上がってきた感じです。ただストキャスティクスはずっと高値圏、そしてマックでもだんだんとこの上昇の勢いが弱まってきてますよね。ということはやはり一度下落方向を見ておきたいんですね。下落と言っても GMMA の青帯付近までの下落
落、そこからサポートされて上昇みたいなそんなイメージですが、ただここまで上がれるかどうかはわかりません。現状は152円ぐらいが天井かなと思ってますので、上昇してきてもそのあたりまでですので、現在が151円付近にあるので、上昇してもあと1円幅ぐらいになってくる可能性があるので、そろそろやはりこちらも下落を見ておきたいんですが、一度下落してからの上昇になるのか、上昇してからの下落になるのかっていうところを今から見ておきたい。今はかなり高値圏にありますので、ロングエントリーは慎重にしていくのがいいと思います。では4時間足です。4時間足では先ほど言ってました白い水平線が意識されてますし、このオレンジの水平線ですね。これ過去の高値になりますので、そこが意識されて昨日はちょうどそこで止められてますね。本日一旦下落から始まったんですが、今、ローソク足、4時間足が陽線に変わってきております。ただ、現在まだ4時間足確定しておりませんので、どうなるかはわかりませんが、上抜けてくるのか、それともこの過去の高値から下落していくのか、上抜けてきた場合は、上抜けてからのこんな上昇についていけばいいと思います。現在地付近は下落するのか、そして上昇していくのかというその分かれ道にあるところですね。今までの動きを見ていると GMMA の青帯は上向きなので基本的には上昇トレンド中なので、この GMMA の青帯付近で下げ止まったところから買っていくという考え方ですね。こういう高値圏に来ると売りから入りたい方も多いかもしれませんが、上昇トレンドなので基本的に売りから入っても負ける可能性は高いので、そうじゃなくって下がったところから買っていく、明確に下落のパターンが出てくればそこから下落に乗っていくのはいいんですが、今どう見ても上昇トレンド中ですよね。なのでこういうところで売っていかないっていうのが勝率を上げるポイントです。では1時間足です。金曜日はじりじりと下落をしていたんですね。こんな感じで下落トレンドを作っておりました。そこから月曜日、もう一段安値を更新してからの急激に上昇。このあたりでトレンドが変わってきたのがわかりますよね。GMMA の青帯、金曜日、それまではずっと一応上昇方向だったものが、次金曜日でちょっと下向きになってきたんですね。GMMA が。そして月曜日、GMMA を上抜けて、そこにサポートされて上昇するっていう、こういう形になっておりますので、この辺の動き分かりやすかったんじゃないでしょうか。GMMA の青帯でサポートされて上昇していくっていう、こういう動きですよね。こういうところを見ておくといいと思います。そして今 GMMA と乖離してますよね。このくらいスペースが空いてますので、一旦の下落を見たいところですが、本日じりじりと朝方から下げてきていたんですが、今のところ上昇してきております。これもまだ1時間足確定していないのでよくわからないんですけれども、一旦はしっかりとこの赤い水平線ぐらいまで押しをつけてきてほしいところですね。このまま上昇していった場合はオレンジの水平線を上抜けてから、これが先ほど過去の高値と言いましたので、ここを上抜けてからの上昇についていく、こういう感じですよね。こういう動きについていくっていう、そんな考え方を持っておいてください。基本的に下落方向は狙わない方がいいと思います。どの時間軸も上昇トレンド中ですので、下がってくるのを待って、そこからの押し目買いでやっていく。そして1時間しか明確に下落方向に動いたらこんな感じですよね。金曜日みたいにこういう風に下落トレンドを作ってくる。こういう風な分かりやすい綺麗な下落トレンドを作ってくれば、そこに短く乗っていくっていう、そんな考え方でトレードをしていくと、トレードの方向感が分かりやすくなると思います。なので、例えば本日ですと、このあたりですね、オレンジの水平線とか赤い水平線、そしてピンクの水平線、このあたりにアラートを仕掛けておくといいと思います。その辺からの押し目買いという考え方ですね。このオレンジの水平線の場合は、上抜けてからの押し目買い、赤い水平線、ピンクの水平線に関しては、一度そこまで下落してからの押し目買い、こちらも同じですね。下落してからの上昇を狙うという、そんな考え方を持っておいてください。トレーディングビューでは簡単にアラート仕掛けられますので、良ければ使いやすいチャートをお探しの方は、ぜひトレーディングビューご利用してみてください。概要欄に URL を貼っておきます。登録は無料です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。